で軽く塩して炒める。で沸いたベースをパスタに回しかけて、で混ぜ合わせます。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はもやしのアリオーリを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティにニンニク、唐辛子、もやし、柚子胡椒、大葉、鶏ひき肉、水、塩、胡椒、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということでもやしを使ったアリオーリを作っていくんですけど、僕さっきちょうど撮影前にですね、企業のマイバスケットに行って一番身近で手に入るであろう食材たちをですね買ってきたので、その食材を使って美味しいパスタを作ります。で今日はですね、久々に簡単手頃っていう今日はコンセプトなので、ワンパンの技法を使った作り方でですね、これから早速やっていきたいと思います。で今日のこのメイン食材がもやしとこの鶏のひき肉なので、これ色見たらわかると思うんですけど、かなり色も薄くてですね、淡白な食材なので、その淡白な食材だからこそこのニンニクはですね、みじん切り細かく切っていきます。ちょっともう叩くような感じで細かめに切ります。で大葉は一番身近なハーブなのでこれ使うんですけど、パセリでも今日はイタリアンパセリでもですね、葉物だったら何でも大丈夫です。で大葉は粗く刻んでおきます。で今日はですね、もやしがメインではあるんですけど、このひき肉が食材というよりはうまみの調味料というイメージで使っていきたいので、塩が 3g トータル使うんですけど、そのうちの 1g ぐらいをこのひき肉に加えて、あとは今日は辛みのポイントですね、柚子胡椒を少し使っていくので3分の1ぐらいをこのひき肉に加えて、であとは白胡椒をちょっと入れて、でこの状態で混ぜ合わせます。はい、これで混ぜ合わせてうまみのベースができたので、これで火入れに入っていきます。はい、まずは細かく切ったニンニクと唐辛子を入れます。あとオリーブオイル加えて、で今日はですね、いつもながら 4,5 分ここでしっかりと加熱していくんですけど、ニンニクに香ばしい色もつけるイメージで、そうじゃないと食材がもやしと鶏肉と淡白なのでどうしてもちょっと味気のないパスタになっちゃうから、ここで香ばしさっていうのをのせていきます。はい、それでは今 4,5 分加熱してみてください。この色です。今日はこの香ばしい色がとても大事です。ここまで来たら先ほどマリネしたこの鶏肉が入ります。で今鶏肉が入ったんですけど、この鶏肉にも焼き色をのせたいので、あとは早く火を入れてあげるために潰して、でちょっとフライパンフラットにして、でこの今カリカリのニンニクをちょっと鶏肉に回しかけて、鶏肉も焼き色をつけてあげるイメージで焼いていきます。なので最初はちょっと崩さない、塊のまま火を入れます。で今弱火のままですね、じっくりとこの鶏ひき肉にも焼き色をつけていきます。でちょっと一回ひっくり返して、で片面も焼けたら崩していきます。で今このパチパチとなってきたじゃないですか。このパチパチというのはお肉から肉汁が出てきた証拠なんですよ。そしたら火が入り始めているので、ここでパチパチとなってきたら崩しほぐほぐしてください。あくまでもちょっと調味料のイメージで使っていきたいので細かめにして、で今パチパチ鳴ってます。これが正解です。そしたら一回混ぜ合わせる。今これだけでもとても美味しい状態が作れてます。ここで最後強火にします。そしたら
もやし入れます。でもやしが入ったらこの強火で30秒炒めていきます。一回この油回す。でまた少し香りの柚子胡椒で軽く塩して炒める。はい、じゃあ30秒したら隣のバットにこのもやしたちを引き上げます。で今ここでですね、バットでしっかりとはけておくとワンパンのパスタなので、最後に加えることによってそんなしなしなにならないもやしになりますよね。でこっちに水を加えて、だったらこの残りの塩、あとはちょこっと残しておいたこの柚子胡椒で、この状態でベースを沸かしていきます。はい、それでは今ベースが沸いてきたので、ここにテフロンタイプのスパゲッティーニを加えて、で沸いたベースをパスタに回しかけて、でスパゲッティーニを沈めていきます。で今日は 1.6 ミリのテフロンタイプのパスタなので、これは7分まずは加熱していきます。でパスタが沈んできたので、沈んだら一度奥にやる。そしてパスタをなじませる。でこの状態が作れたら中火にして、中火から中の強火ぐらいです。で今日は蓋をして袋表記7分加熱していきます。で今日は台所を汚さないようにという意味で今日蓋ありでやってるんですけど、蓋ありか蓋なしかはパスタのですね美味しさは変わらないです。で何が変わるかっていうと、蓋があると水分が揮発しづらいので、蓋なしよりも10cc ぐらい水が多いっていうイメージなので、好きな方でやっていただいて大丈夫です。はい、それではですね、一回ちょっと蓋を開けて、でワンパンのパスタって最初から全部この中で茹で上げていくので、一回こうやってですねちょっと混ぜてあげるとくっつかなくて済むので、一度この工程を加えて、ここまでしたらもう一回こうやります。あとですね2分ぐらい茹で上がりを待っていきます。はい、それでは今時間になったので開けていきます。そうすると見てください、今もうだいぶいい感じに麺もアルデンテになってて、水分が軽く残ってるので、ワンパンのパスタの場合はここで最後に中火から強火でこの水分を減らして、最終的にいい濃度にして盛り付けをしていきます。で仕上げの段階になったので、ここで先ほどのもやしと鶏胸で、このバットの下にですねうまみがたくさん詰まってるので全部入れてください。で最後にしそ加えて、で混ぜ合わせます。そうすると具材が入ると今水分もいい感じに詰まっていい状態になったので、これで盛り付け入っていきます。はい、これでもやしのアーリオオーリオ完成です。はい、いただきます。香りがすごくいいですね。皆さんこれめちゃくちゃ美味しいですよ。パスタ料理としてすごく完成されていて、このもやしのシャキッとした食感とですね、麺のアルデンテとすごく食感もいいですし、噛むとこう柚子胡椒の香りとか唐辛子の辛みとかがですねいい感じにふわっと香ってですね、本当に美味しいです。そもそももやしっていう食材はレストランで提供するってなると一番難しい食材の一つなのかなと思います。
それは安く買えるっていうイメージがあるからだと思うんですけど、料理人とか職人がですね、一つの食材として見た時に本当に挑戦しがいのある食材の一つなので、ぜひ皆さんもこのパスタ挑戦してみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタなんですけど、単純に作っても考えて作ってもどちらでもすごい美味しいパスタになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。